誰にも縛られない本当の自分になる、本質の自分になる。瞑想の聖地インドで修行者1億人の頂点に立つ史上初の女性、ヨガの母ヨグマタ相川恵子が送る人生の羅針盤。今回のテーマは、こんにちは、ヨグマタ相川恵子です。今日は空についてお話をさせていただきます。心は一体何なのかっていう、自分は一体誰なのかっていう内側へのね旅をして、内側に一体何があるのか。体があって心があってね、体の中には内臓があってね、あるいは骨があったり筋肉があって、それでそれぞれの役割を果たしてね、細胞が分裂してこの私たちの体エネルギーを作ってね、歩けたり目で見えたり耳で聞こえたりね、こういろいろな仕事をして、こう外側の情報を集めてね、でこういろいろ感じて、で心でまた何か欲しいっていうことでそちら側に歩いていくとか、生命を維持するために食べなくちゃならないから食べるものを探して歩くとか、そういうにはこう、動物はね体でこう動いて、植物は細胞もこう分裂し光合成で分裂しているので別にこう動かないんですけれども、で、人間はさらに心があって、でこういろいろクリエイティブな力もいただいて、食事に便利なものを作ったりね、だからこう記憶っていうのがあって、いろいろ物事を理解して何が起きてるのかね、人間のこう成長のプロセスを見ると分かると思うんですけれどね、いろいろなこう知識も詰まって、また体験も詰まっていて働いているわけですね。でも順にこう老化して、で生まれてから生き続けて死んでいくっていうね、それはブッダが人を見た時にね、病気の人もいて苦しんでいる、であるいは貧しくて、なんか食べるものもなくて苦しんでいる人もいるとね、生老病死ってそういう、なんで生きるって苦しいのに神様が作ったのかみたいなね。でその一つのものに聖者がいて、身にまとってるものは貧しいだけれどもすごく爽やかな感じで、こういう生き方があるんだって、で彼は出家をしたわけですね。だからその生きていくと病気にもなるし、で何かものがないと欲しい欲しいでガキのようになって苦しい、またあるいはその老化して苦しいって、じゃあどうに生きたらいいのかって、じゃあ心をどういうふうに使ったらいいのかって、で心を使うとどんどんこういろいろね、あれが欲しいこれが欲しいって欲望が出て心を動いてしまう。体は夜になったら休んで寝るんだけれども、でも心はこう動いていたりしてですね、でこう、願いが叶う場合もあるし叶わない場合もあるし、怒りが出たり悲しみがあったりね、でイライラがあったりね、恐れがあったり不安の気持ちがあったり、平和でないわけですよ。でどうしたらその心がねこうすごく幸せを感じるかっていう、私のとこヒマラヤ聖地は真のヨガをやってるんですけれども、それをお教えしてるんですけれども、心をストップさせるって、心が動いてるからこう揺れてしまってね、いろいろな人から非難されたりしてね、でもうっていう感じでね、針の後ろにいるみたい、苦しいわけですよ。どうしよう。だからそういうところからそのね、じゃあその赤ちゃんはどうだったのかって、赤ちゃんは純粋無垢でまだ悩み未発達だから、じゃあ発達した人の頭をどうやって空にするかっていうことですよ。真のヨガ瞑想を通して100万人以上に愛と平和を伝えてきたヨグマタ
相川恵子に学ぶヒマラヤシッダー瞑想無料説明会を開催中。 LINE 登録するだけで完全瞑想ガイドをプレゼント。詳しくは概要欄から。見ざる言わざる聞かざるっていう猿があるじゃないですか。だからまず感覚から入ってくると苦しいからね。じゃあ目を閉じてね、いろいろ人の噂を聞かないようにするとかね。で一回喋るとね、だから人を傷つけて、でまた恨みを買うからね。喋らないようにするとか、喋らない修行とかもあるわけですよ。わざわざ昔は目まで潰したりして、で見ないようにとか、片腕上げてこう下ろしたい下ろしたいっていう心を超えてね、一個のことをやるっていうことで、そうすると下ろしたいっていう欲望がなくなった時、ものすごい激痛がするわけじゃないですか。痛いところがあるとそのことしか考えられないね。でそれをなくした時に平和になるって。だから頭を取っちゃうっていうか、それを全部心を空っぽにするっていう修行なんですよ。最後は生きたいっていう欲望までもね、死を超えるって。で最初は食べたいとかね寝たいとか性欲とかさ、そういう欲望があるわけでしょ。ヒマラヤ行ったらこうラジオも消すとかテレビも消すとかね、スマホバッテリーもないから、それ何も音がないと、自分の内側のインナーサウンドっていうのを聞くとかね。空の状態になることでいろんなことに対して感謝の気持ちがより持てるようになるとか。そうですね。だからそれに今までこう全部、当たり前だったものがこう全部離れてね、一杯のお粥がありがたいなって、であの人の言葉が優しい言葉がありがたいなって、全て今までみたらされすぎてる。で必要な時だけこう心をスイッチ入れる。どこか行こうって時にそこにそうプログラミングされてそこに行くっていう、何も余計なことを考えないわけだから、人種差別もなくなるわけですよ。みんな平等になる、とらわれない人になる。今もう情報もすごい溢れてるし、何かをフラットに見たり空っぽにすることってすごい難しいじゃないですか。瞑想すると全部焼いちゃうんですよ、カルマを。でも浮かんでこない、愛しか浮かんでこない。どっか出たらもうスイッチが入っちゃうからね、全部焼いて根元から焼いてしまったら出てもスイッチが入らないわけですよ。だから消耗しないわけです。そういう空があるんですよ。色即是空っていうのだから、色っていうのは心ってこと、色っていうのは色もそれもこうやがて消えていく本当の自分ではないっていうことなんですね。空っていうのは全てを忘れてゼロからっていうよりかは、瞑想の修行することでこのスイッチの切り替えができるっていうような。スイッチの切り替えもできるし、根こそぎそれをこう消してるので浮かんでこないわけですよ、そういう状態にもなれるわけですね。だから自由なわけですよ。いろいろなこうしがらみがもうみんなこうこっちに引っ張られこっちに引っ張られ、こういう状況なのね。それがもうね、何もない。なんか今のがすごいしっくりこう来ました。入りました。なんか要は空っていうのは究極の自由なんだみたいな。そうです。自由なんですよ。いや本当の自分になる、本質の自分になる。誰にも縛られない、誰にもコントロールされない、自分の心にコントロールされてる、自分の価値観にコントロールされてるわけです。だからそこから自由になるので、エネルギーが充電して曇りが取れる、全部の曇りが取れる。空っぽなんだけどその中に全てを作り出す力があるんです。何もないでスカスカってことじゃなくて、その中に全てを作り出すね、そういう神のね創造のエネルギーがあるわけ。純粋になるっていうことですよね。とらわれない。だから人を救ったりね、世の中を良くするためにそういうみんなの命が輝くことに使っていくといいのかなって思いますね。この空っていう状況を瞑想を通して身につけるっていうのはどれぐらい難しいことなんですか？私のアヌグラフがガーッとあるので、だから私の40年分を1週間でやっていただくっていう段階を追って、その1週間の合宿でずっとこう深く入って清まっていく。で生まれ変わって、ヒマラヤの聖者がいて、そういうね
悟りを体験して、でそれを惜しげなく与えてるのは普通与えないんです。ヒマラヤ聖地を与えない、何も修行を与えない、そこに一緒にいてあげるだけなんですけど、うちはもう全部やってあげる。早い、本質のクオリティがそういうクオリティなのでね、感謝とか愛があふれてきますね。ぜひね、あなたも修行してください。よろしくお願いします。